皆さんこんにちは。今回の解説へようこそ。このシリーズでは複雑な情報をわかりやすく紐解いていきますよ。そうそう。じっくり学びたい方のために字幕も用意してあるので、ぜひオンにして見てみてくださいね。さて、今回のテーマですが、ズバリ台湾の化粧品 PIF 法規についてです。特に LD50 と NOAL という私たちの安全を守る見えない設計図にフォーカスして解説していきます。毎日使うスキンケアがどうやって安全を担保しているのか一緒に見ていきましょう。今日の流れはこんな感じです。まずは化粧品の安全性の課題から始まり、LD50 という急性毒性、そして NOAL という反復投与毒性について、続いて OECD のテストガイドライン、PIF での実際の計算方法、最後に最終的な安全域である MOS についてサクッと順番に見ていきますね。では早速、セクション1、化粧品の安全性の課題から入っていきましょう。ちょっと皆さんに質問なんですが、毎朝顔に塗っているスキンケアのボトルの中に一体どんな成分が潜んでいるか本当に知っていますか？いやー、いい香りがして肌もツルツルになるんですけど、実はその裏で私たちは目に見えないたくさんの化学物質と毎日触れ合っているんですよね。そこで注意したいのが、規制が緩い製品にありがちなダーティーダース、いわゆる危険な12成分です。例えば、抗菌剤のトリクロ酸とか、泡立ちを良くする SLS なんかは、皮膚への刺激が強かったり、人体に蓄積しちゃうリスクがあるって言われているんです。合成溶剤の PG なんかもずっと使い続けるのはちょっと心配ですよね。だからこそ、台湾では PIF っていうものすごく厳格な毒性評価を義務付けて、私たちをしっかり守っているんです。続いて、セクション2。急性毒性 LD50 についてです。さて、ここで少し専門用語が登場します。LD50、日本語だと半数致死量って言うんですが、聞いたことありますか？これ一言で言うと、一回触れただけでどれくらい即効性の毒があるかを測る指標なんです。例えるなら突然のダメージに対する緊急アラームみたいな感じですね。この数値が小さいってことは、ほんの少しの量でもめちゃくちゃ危険ってことなんです。そして次がセクション3、反復投与毒性 NOAL です。今回のお話で一番のキーポイントになるのがこの NOAL です。LD50 が緊急アラームだとしたら、こっちは28日から90日かけて成分がじわじわ蓄積していくのを見張る長期的なレーダーってイメージですね。要するに体に悪い影響が全く出ないギリギリの最大量、ここまでなら毎日塗っても絶対大丈夫というラインを見極めるためのすごく重要な基準なんです。ちょっとこの2つを比べてみましょうか。LD50 っていうのはいわば単発の強烈なパンチの威力を測るもの。対してNOALは毎日コツコツと軽く叩かれ続けた時にどれくらいダメージがたまるかをチェックするものなんです。私たちが毎日使う化粧品においては日々の安全ラインを示すこのNOALの方が実は圧倒的に重要なんですよね。はい、どんどん行きましょう。セクション4、OECD テストガイドラインです。ここで面白いのが OECD422 ガイドラインという実際の資料なんですが、これ世界中の専門家が使っているいわば毒性評価のゴールドスタンダードなんですね。台湾の PIF 規制もなんとなく安全と言っているわけじゃなくて、この国際基準に基づいた28日間の反復投与毒性試験なんかの確実なデータを使ってきっちり安全性を証明しなきゃいけないルールになっているんです。では、セクション5、PIF における実際の計算を見ていきましょう。当然なんですが、動物の実験データをそのまま人間にポンと当てはめることはできないですよね。そこで登場するのが不確実係数、略して UF って呼ばれるものです。動物と人間の違いを埋めるために、まず安全マージンを10倍、さらに人間同士の個人差、つまり子供やお年寄りのことも考えて、さらに10倍。こんな風にものすごく厳密に掛け算をして、データを安全な人間の基準に変換しているんです。実際にプロがどうやって正のNOALデータを計算しているかというと、これが結構緻密で、まず動物のNOALデータを出して、次に実際に肌からどれくらい吸収されるのというのを計算します。例えば吸収率 50% みたいにですね。
それから28日間データを90日間っていう長期のスケールに変換したりして、私たちが実際に浴びても安全な量を吐き出していくんです。実際の台湾 PIF のデータを見るとよくわかりますよ。例えば、日焼け止めに入っているデシルオレイン酸とか、パーマ液に入ってる成分なんかが、さっきの NOAL と係数を使ってガチガチに計算されているんです。ただ成分が書いてあるだけじゃなくて、こうやって裏では成分一つ一つに数学的な安全の裏付けがしっかり取られているってことなんですよね。これ結構すごいと思いませんか？さあ、いよいよ再炉です。セクション6、最終的な安全域。この計算式が全てにおける最終的なゴールラインになります。マージン・オブ・セーフティ、略して MOS。安全域ですね。NOAL を人間が実際に全身に浴びる量で割り算します。そしてこの MOS の値が100以上。100以上になった時だけ、よし、これは毎日使っても全くリスクがないぞ、とみなされて、ようやく市場に出るのが許されるんです。さて、今回の解説いかがでしたか？台湾の PIF 法規が求めている LD50 とか NOAL という見えない安全の設計図。この厳密な科学のプロセスを知った今、皆さんの洗面台にあるいつもの化粧品、ちょっと見え方が変わったんじゃないでしょうか。何気なくパパッと塗っているその製品の裏には、あなたを守るための徹底した数学と科学が隠されているんです。こういう知識があると、これからの製品選びももっとスマートに楽しくなりますよね。それでは今回の解説はこの辺で、また次回お会いしましょう。